はい、大阪大学の野木と申します。よろしくお願いします。本日はオンライン、セミナーということで、皆さんとはパソコン、スマホを通じて、コミュニケーションを取っていく形になると思いますが、今回はそのパソコンを通じてということなんで、皆さんいろいろ、途中で動画を止めながら、ご覧にいただくことも可能かと思いますんで、こちら、私作った YouTube チャンネルの方を見ながら、お話を聞いていただければと思います。このような紙の歴史、紙が白い理由、セルロースなど、チャンネル名はセルロースなどなんですけども、こういう紙の歴史とかそういうので動画検索していただきますと、このような、ページにたどり着きますんで、ぜひこちらを見ながら、検索して、はい、今検索してください。はい。はい、もう検索できたと思いますんで、ではまず最初に、予備知識として、今日の講演の予備知識として、紙の原料は何ですか、木材を利用する必然性は、紙の特性はどのようなものでしょうというところでありまして、紙の歴史はこちらの動画見てもらうと分かると思うんですけど、意外に木材から作ると思われるかもしれませんけど、意外に最近木材から作るようになったというのは分かると思います。であと木をから紙が作られるんですけども、木は使った方がいいのか、環境破壊になるから切らない方がいいのか、よくこの質問をされてと戸惑う方もいると思いますけども、ここを見ていただければ。であと紙を、意外に紙って皆さんよく知っているようで知らないことがあるんで、水に溶けるのかとか、木材から作るのか、熱に弱いっていうの本当なのかっていうあたりを学んで、ここで見ていただけると幸いかと思います。で本題の、透明な紙っていうあたりももう、こちらの YouTube の方を見ていただいて、これですね、そもそも皆さん紙が白いと思ってるんですけども、なぜ白いかっていうのをこちらの動画を見て、ビールとか雪とか紙っていうのは全部一緒のものなんだよっていうのを理解していただければいいと思います。で紙が白い理由から紙が透明になる理由に行くんですけども、その途中にちょっと知っとかなくてはいけないことがありまして、それは透明な窓ガラスになぜ顔が映るかっていう、こういうような写真で窓に映る自分っていうのを、鏡に映る自分っていうのは当然見るんですけども、ガラスに映る自分っていうのも見ると思います。それでなんでガラスに自分が見えるのかっていうのも、こちらを見ていただければよくわかると思います。でここら辺でこの透明な紙は何かっていうので、ここで簡単に分かりやすく、これいずれも動画30秒ぐらいなんでささっと見ていただけると思いますっていう動画がありまして、もう一つこれは、2009年に発表した論文をキュッとこれも30秒にまとめたものなんですけども、論文紹介となってまして、これはちょっと論文をベースにやってるちょっと上級者用の話になるかなっていう風な感じもします。はい、でそこら辺からセルロースナノファイバーの予備知識も必要なものがいろいろありまして、セルロースナノファイバーはどこにあるかっていうのはこちら、に見ていただければ、もうこれ答えに書いてある通りなんですけど、セルロースナノファイバーは木の中にありますよっていうのをご覧になって、多分これを皆さんご存知だから大丈夫だと思うんですけども、でその次の話としては3つセルロース繊維がありますねと。パルプ繊維があって、で1つミクロフィブリル化セルロースっていうのがありまして、こちらですね。あとセルロースナノファイバーがある。で人によってはこちらのミクロフィブリル化セルロースっていうのもセルロースナノファイバーと呼ぶ、これとこれは両方セルロースナノファイバーですよっていうのもあるかもしれないんですけど、一応これを理解してもらいたいなと。でこのミクロフィブリル化セルロース、非常に言いにくいんですけど MFC っていうのがあるんですけども、もう一個非常に似たような略語がありまして CMF、セルロースマイクロフィブリルとミクロフィブリル化セルロース、この違い何ってよく新しく来た学生が言うのが CMF と MFC の違いがようわからんっていうので、この2つっていうのをこの動画を見ていただけるとよくわかると思います。はい、ざっともう一回言いますと、紙の原料は意外に最近木から作られるようになりましたよと。で木材を使いましょうと。木を切り倒すと自然破壊になるって言われるんで、それおっしゃる通りなんで、植林をしながらどんどん使いましょうっていう。で紙の特性としては水には溶けませんよ、熱には結構強いですよっていう理由があります。で透明な紙としては、紙がもともと白いっていうのはブクブク泡が立って光散乱して白く見えるんですよっていう。で光散乱って何っていうのは窓ガラスに顔が映るのと一緒で、その窓ガラスに顔が映る反射っていうのが
髪の中では無数に起きるんで、髪が白くなるんですよと。でその無数に起きる乱反射をなくすでやると透明な髪ができますよと。透明な髪を作ってやるにはセルロースナノファイバーで穴の大きさを緻密にしてやればできますよっていうところです。でセルロースナノファイバーに必要な知識は、セルロースナノファイバーは、木の中にありますよと。細胞壁で作られているものですよと。パルプ繊維との違いはって言いますと、パルプ繊維を簡単にほぐすものっていうのが随分昔から、確か1983年にターバックっていう人がミクロフィブリル化セルロースっていうのを作ってますよと。でセルロースナノファイバーっていうのは割とセルロース、セルロースマイクロフィブリル、自分で言ってても分かんなくなるんですけども、それは見てください。 MFC っていうのと CMF っていうのが違いがあって、セルロースナノファイバーっていろいろあるけどなんやねんよく分かんないっていう方は、ミクロフィブリル化セルロースっていう概念を頭の中にポンって入れてやると、あ、そういうことかっていうのがよく分かると思います。はい。でそういうようなことがありまして、今までセルロースナノファイバーどんな用途で使われてたかって言いますと、第一工業さんのレオクリスタでボールペンを作られたりとか、セイコー PMC さんがゴムに混ぜて高強度、複合材料を作られたりっていうのが随分前に行われたと思います。で去年ちょうど1年ぐらい前ですね、東京モーターショーでナノセルロースビーグルっていうのを矢野先生のプロジェクトでやったのが発表されました。これも YouTube で動画がありますんで、ここをクリックというわけにはいかないんで、多分ナノセルロースビーグルっていうふうに検索していただけるとこれの動画が見れると思います。でこれを見てください。でこんな風にこんな感じで、これはもうほとんどプラスチックとセルロースナノファイバーを混ぜていろんな車の部品を作りましたっていうのをやられています。で、こんな感じで、いろいろなセルロースナノファイバーの研究開発っていうのが行われていますが、大阪大学でやっているものっていうのは環境に変えるデバイスっていうペーパーエレクトロニクスっていう、モチベーションで研究を主にやっております。でこれまでやってきた研究のその流れを、ポンチーで表しますとこんな感じになりまして、私たちの身の回りにある電子デバイスっていうのが、薄型フレキシブル大面積っていうキーワードでどんどんいきますねっていう話があって、その電子デバイスを作る機材器として何がいいかっていうので、ガラスとかプラスチックっていうものが競争相手になるんですけども、それに比べて紙の上にデバイスを作るっていうのは一歩先んじているんじゃないですか。性能が素晴らしいかもしれないんで、こういう未来っていうのを、いち早く、実現できるかもしれませんよっていうスタンスで研究を行っております。はい、それで実際に大阪大学でどんな研究、私たちのグループがどんな研究をアプローチをしているかといいますと、電子デバイスを作るっていうのはそんなに主目的ではなく、最後の彩り的なアプリケーションとしてここの研究をやっています。で私たちはもう木から、パルプ作って、回線処理してナノファイバー作って、で乾かして透明なフィルム、時には半透明なフィルムを作って、そこから、デバイスを作るっていうようなプロセスをやってます。実際にデバイスに作るにはここのプロセスっていうのは1個ではなくて非常にたくさんのプロセスがあるんですけども、気持ち的には研究のポリシー的にはもうここら辺の川上のところをいろいろ探っていって、ナノペーパー透明な紙の特性を明らかにしていこうと。でこの特性を明らかにした上でその、特性に応じた電子デバイスとのマッチングを行おうっていうのを私たちはやっております。なぜこういうことをやってるかと言いますと、ここの川上によってセルロースナノファイバーいろんな種類があるんですけども、特にここですね、ここら辺の川上をいじくってやることによってここの性能が大きく変わるっていうのが分かってますんで、そこら辺の研究をしております。で一番、メインでやってるっていうことは、そういうふうにいろんな作り方で作ったセルロースナノファイバー、ナノペーパーを作って、その物性一覧表を、しこしこと毎日作っているっていうのが実情です。でその性能一覧表をこんなふうに作ってやってもなかなか世の中の人には伝わりにくいっていうのがあるんで、こういう性能は例えばこういうアプリケーションがありますよ。でそのアプリケーションはちょっと電子デバイス限定で紹介させていただきますとっていうようなスタンスで研究をずっとこれまでやってまいりました。
で一般的によく知られているのが透明な紙セルロースナノファイバー材料っていうのは高強度高弾性っていう値があるっていうふうに言われてまして、この測定値自体も随分昔、もう10年以上前のデータからそのまま更新はしてないんですけども、電子デバイス分野においては残念ながら高強度高弾性っていうニーズはほとんどありません。イメージとしてはウェアラブルエレクトロニクスとかいう、そういっても分かんないな、サランラップとか絆創膏みたいなイメージで電子デバイスを作ろうっていうイメージ、トレンドになってますんで、フィルム自体はもうそんなに硬くなくていい、柔らかくてたくさん伸びた方がいいっていうことがありますんで、透明な紙のこういう高強度高弾性っていう特徴にフォーカスしたアプリケーションっていうのは存在しないかなというふうに考えてます。そして透明性が非常に高くて、ヘイズっていうのは白濁度なんですけど 1% しかないですよって。で透明性が 90%、これあと 10% いったらいいねって言われるんですけども、これはもう頭打ちです。何を言ってるのかと思うんですけど、窓ガラスに顔が映る理由っていうのと見ていただければ分かると思うんですけど、 10% は光が跳ね返ってくるというのは自然の摂理で、もうこれ以上を透明になることはないというところまで言ってます。でもっとさらにすっきりと透明にするにはヘイズっていうのをどんどん下げていけばいいんですけども、今現在としてはこんなところまで、もうどこにあるかわからないぐらいの透明な紙っていうものができております。それでこれを電子デバイスに使おうとしますと、ここに電気を流さなくては、まず電子デバイスと限りは電気を流さないことにはアプリケーションが見えない。でこれセルロースなんで、セルロース自体は全く電気を流さなくて絶縁性の非常に高い材料です。なのでこれを、電気を流すようにするためには、例えば銀ナノワイヤーとかカーボンナノチューブっていうものを薄く塗ってやると、こういうふうに電気を流す透明な紙っていうものができます。でこれの電気を通す透明な紙、透明な材料、透明導電膜ですね。透明導電膜として有望な、今現在よく使われているものが ITO ガラスなんですけども、それと同等の透明性、導電性というものが得られております。でここまでですと、ここの主人公って実は銀ナノワイヤーなんですね。例えばこれで言うと、銀ナノワイヤーをガラスに塗ってやると電気を通す透明なガラスができます。これをプラスチックに塗ると電気を流す透明なプラスチックのができまして、別に、紙である必然性っていうのは特にはない材料です。だけど非常にこの材料っていうのは面白いのが、特に銀ナノワイヤーとの組み合わせで面白いのっていうのは、銀ナノワイヤーと透明な紙の組み合わせでやると折りたためることができますよと。こういうふうに銀ナノワイヤーで配線を描いたら電気が通って、折りたたんでも電気が流れ続けて、伸ばしても電気を流すことができますよっていう材料です。これ、透明なガラスの上にやっていきますと、当然ここはできます、透明なガラスで。でもガラスだったらこういうふうにやるとパリンと折れるんでできません。プラスチックペットフィルムでやると多分ここに行くのも難しいと思います。でここからここまで行ったとしても、もう一回伸ばすっていうところまで行くとなかなか難しいっていうのがあると思います。それでなんで、だけどこういうふうに何度も繰り返すことができますよ、透明な紙と銀ナノワイヤーではっていうところです。で、その数字にしたのグラフにしたのはこれですね。でなんでこういうふうに何度も折り返しできるかっていうと、銀ナノワイヤーとセルロースナノファイバーが非常に親和性が高い。これを折るとプラスチックの場合これですね。ペットの場合電気が全然流れなくなるのは銀ナノワイヤーが折れるからですかっていうふうに言われるんですけど、折れません。ペットフィルムの前に銀ナノワイヤーの薄膜がピッて乗ってるのが、動かすと銀ナノワイヤーの薄膜がポンと外れるんですね。だけど、これ見ていただいたら分かると思うけど、これ銀ナノワイヤー、太い方が銀ナノワイヤーで細い方がセルロースナノファイバーで、ディメンジョンが非常に似通ってるんで、透明な紙が動いた時に銀ナノワイヤーも一緒に動くっていうのがあります。であと銀ナノワイヤー自体は表面が浸水性なんですね。なので非常に追随性もいいですよっていうところで、こういうふうに折りたためるっていうものができますっていう特徴があります。でこういうものができますと、この上に光電変換する層を乗せてやると、こんなふうに太陽電池ができます。で太陽電池なんで、太陽光を当てると電気になるっていうものなんですけども、こういう太陽電池っていうのは変換効率も重要ですけども、面積ですね、変換効率が一緒でも2倍の面積で光電変換すると得られる電気は2倍になるっていうものなんで、
こういうふうに折りたたんでポッケの中に入れて持ち運べるっていうような太陽電池っていうのも紙を使ってやるとできるんじゃないかなっていうふうに考えております。で次に、透明な紙の特徴としましては表面平滑性が非常に、表面がツルツルしてますよっていうところです。で耐薬品性が非常に優れている。これはセルロースナノファイバーだけじゃなくてセルロースに全ての共通のものです。セルロースは水に溶けないって言いましたように、セルロースを溶かす溶剤っていうのはほとんどない。でもプラスチックを溶かす溶剤っていうのは山ほどある。そういうことなので耐薬品性がいい。であと熱膨張率がちっちゃいっていうところがあったり、耐熱性がいいっていうような特徴もあります。でなんでこれが、いいことになるかっていうと、例えばトランジスタを作るとなりますとこんな感じで、こういうふうに一個一個のなんつうんだろうなトランジスタをこういうふうに山ほど作っていって、これがディスプレイになると。トランジスタって何っていう話になると思うんですけども、トランジスタがあるとなしで大きな違い。トランジスタがない場合、LED の照明みたいな感じ、静止画です。でそこのとこにトランジスタを乗せてやると静止画をオンオフオンオフっていうのを繰り返しができるんですね。でオンオフオンオフを繰り返すと豆電球なんかでも文字がデデ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 って流れますよね。ああいうのをするにはトランジスタが必要。トランジスタがない限り、蛍光灯なんかと一緒でパッと光ったっきりっていう。で高速に切り替えるためにはトランジスタが必要で、そのガスを1個ずつを小さくしようと思うとトランジスタをものすごく小さくしていかなくちゃいけないっていうのがディスプレイの原理です。でこういうトランジスタを作っていくときに非常に小さなものを作っていくときにここのものでこの特徴が何が有効になるかっていうと、トランジスタを作るときにはこう薄膜を、何つったらいいんだろう、いろんなもの何層も何層もいろいろ塗って積み重ねていくわけですね。その1層の厚みが100ナノにも満たないような層を何層も作っていくと。その時に紙みたいに数十マイクロの凹凸がこういうあった時にその上に100ナノの凹凸をこうものを積層していくっていうのはほとんど意味がないんで、まずは、これトランジスタだけじゃないですね。デバイス作ろうと思うと表面が平らじゃないと困るっていうのがあります。でそこの上に平らな上にいろんなものを載せていった時にこちらの絵いろんな非常に奇妙なパターンがありますね。このパターンを作っていく時に余計なものを薬剤で溶かし流す。まずここ全面にベタっと塗っといて必要な部分以外は全部薬剤で流し落とすっていう作業が待ってるんですね。でその時にガラスでやるとガラスが強いからいらないものをなくした時に基板となるガラスも残る。でもプラスチックでやると基板となるプラスチック自身も一緒に溶けてなくなると基板がなくなっちゃうということになるんで耐薬品性が必要ですよと。でセルロースは耐薬品性が高いんでそういうプロセスに耐えますよと。でそのやってこういう、非常に細かいパターニングを作った後に何が待っていくかっていうとこいつの性能を発揮させるために150度とか200度ぐらいでこいつを焼くわけですね。ベイクする。でその時にベイクする時にビヨンって伸びたりするわけですね。でそうだ例えばだからそうだ焼くだけじゃなくてすみません焼くのはこっちの話するよな。でその時に基板が熱によってぐにゃって曲がると、全然使い物にならないんで耐高熱性の高い基板が必要ですよと。でその時に熱膨張の話ですね。1個前のプロセスになるんですけどもこういうものを作っていく時に熱をかけた状態で置いていくわけですね。でここの一個一個の隙間が200ナノ数百ナノっていうところであったかいところでそういうものを置いていくと。それが150度だったりすると。でそしてそれが室温に戻るとシュッとこう縮むんですね。縮んだ時に50ナノ100ナノであってほしいっていうことを考えると、150度だったら熱で何パーセント伸びるから、計算してそこで大きく作ってちっちゃく縮んでみたいなややこしいことをしなくちゃいけないんですけど熱かけても一切伸び縮みしない材料を使ってやると今あったかいからこの100ナノだけどちっちゃくなっても100ナノ温度が下がっても100ナノだよねっていうプロセスで非常に簡単にできるっていう特徴があります。っていうようなところでありまして、あとは誘電率が高いっていうところもあります。でこれはデバイスの小型化に使えますよっていうところもあります。であともう一つ言っとかなきゃいけないこれだな。耐熱性に関しては150から250っていうふうにこんなふうに幅を持って持たせて書いてるんですけども
この幅を持っている理由っていうのは何かって言いますと、セルロースのパルプをどのパルプを使うかによって耐熱性が大きく変わります。単純に言うと、透明性が高い、ものほど耐熱性が低い。透明性が高くしようと思うと半透明なナノペーパーを用意しなくちゃいけないっていうのがジレンマとしてあります。例えばこちらをご覧になっていただければ分かると思うんですけど、こちらでやる時っていうのはプロセス温度が200度必要だったので、こういうちょっと半透明なセルロースナノペーパーを用意してやりましたっていうようなのが耐熱性がありますと。で誘電率はもう一回元に戻ると5から6ぐらいでデバイスの小型化に有効ですよと。であと絶縁性ですね、100テラオーム以上っていうのがありまして、でこれがその成果なんですけども、セルロースナノファイバー1本をこういうふうに用意しまして、ここに4つ端子を用意して4端子法で、測りましたと。そうすると100テラオーム以上という高い、絶縁性を確認しましたっていう話です。でこれずっと今まで、透明な紙ペーパーの話をしてたのに、なぜ突然ここでナノファイバーの話をしているかといいますと、ナノペーパーでやると絶縁性が高すぎて測定範囲外になるんですね。私も最初意味が分からなくて、絶縁性これ実際九州今東大行かれたのか柳田先生のグループに頼んだんですね。ナノペーパーの絶縁性測ってくださいっつって、高すぎて測れなかったってどういうことですかっつって、意味が分かんないんですけどって言ったら、乃木さんって絶縁性抵抗値を出そうって思うことは物体にある程度電気が流れないと、ある程度微弱でもいいから流れるから初めて数字って出るんだよ。ここからごめん電気が全く流れなかったら分かんないっていう答えしか出なくて無理なんだって。はあそうですかっつって、でどうすりゃいいんですかっつったら、とりあえずナノペーパー分厚いから薄くしてくれって言われて、で分かりましたっつってスピンコーターとか使って非常に薄い薄膜使って、これボリュームがちっちゃくなれば電気って流れやすくなりますよね。だからボリュームちっちゃくすればいいんですよねっつってやったら無理ですって言われて、そうですかじゃあどうしましょうってことになって、じゃあセルロースナノファイバー1本測りましょうかっつって、ここがそのグループ柳田グループのすごいのが、電子顕微鏡の中でナノファイバー見つけたらそこに端子を4つ置くっていう技を持ってまして、こういうふうにやりました。で抵抗率を測定しようと思うと体積抵抗率っていうオームセンチメートルっていう値にしなくちゃいけません。でオームセンチメートルにしようと思うと電極の接触抵抗っていうのが出てくるんで4つ端子が必要なんですね。で4つ端子があると抵抗が大きすぎてどうですか柳田先生、値が出ない、4端子じゃ無理だっていう話になって、じゃあもうこの4端子のうち2つの端子だけ使おうっていうことで出てきた値がオームっていう、何が言いたかったかというと、オームセンチメートルに学術的にはオームセンチメートルにしなくちゃいけないんですけども、オームセンチメートルで測れないぐらい絶縁性が高いので、テラオーム以上っていうざっくりとした値となっております。はい、でこれを使って、ペーパーメモリーっていうのを使いました。これ絶縁性のところに使って、こんな感じで、メモリー機能も出ましたよっていう値です。はい、その次が生分解性ですね。生分解性がありますよ。紙は土の中に入れると、土の中にいる菌がセルロースを分解してくれるんで生分解性があるよっていうところで、それを利用して、ペーパーデバイスっていうのを作りました。コンセプトとしてはこうですね。木があってそこからセルロースナノペーパー透明な紙を使ってそれを電子デバイスにして、ここでは湿度センサーを作りました。で野菜に貼ったり木に貼ったり街灯に貼ったりして湿度センサーとして使いますよと。で使用が終わった後は土の中にやると20日経つとこんな感じになって40日経つとほとんどなくなってその後土になると。で土になってそこから金属鉱物を取り出してで土から木が生えてセルロースナノファイバーができてで土の中の鉱物金属と木材経由のセルロースナノファイバーがもう一度電子デバイスとして融合してここに現れると。そうしてそれをもう一回使ってやると。で使ってやっていらなくなったら土の中で分解されてっていうぐる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 循環する土から始まり土に帰る IoT デバイスというものを作ることに成功しておりますと。はい、でもう少し具体的に話をしますとこういう回路構成になっています。いろんな回路、コルビツ回路というのも組みまして、ここのぐる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 しているところがコイルですね。コイルは、印刷技術で銀の配線でコイルを作りました。
それでトランジスタは半導体のトランジスタをそのまま載せまして、抵抗は印刷技術で作りました。それでコンデンサーっていうところに、ここはもうちょっと工夫しまして、コンデンサーっていうのは電極があって、絶縁層があって電極がある積層型のコンデンサーを作ったので、そこの間にセルロースナノファイバーを入れて、セルロースナノファイバーコンデンサーっていうのを作ってやりました。でそうするとこの回路設計をしてますんで、無線の発信というのができますよと。でここが湿度センサーとして機能して、そのまま発信していって、こういうふうに測定装置に無線信号が出ますよっていう、メガヘルツ帯ですね。で湿度センサーっていうのができましたよっていうものです。はい、でここでこういう感じで、普通これですね、普通のデバイスでやると土の中に入ってもいつまで残っちゃって、環境汚染につながりますよと。ペーパーデバイスを使うと、自然に分解するんでこういうものができますよっていうところになるんで、こういうものをやるんなら、少ない人数で農作物の管理をしようとか、森林の中とか離島の情報、常に人がいないところの情報をやるとか。であと災害の時で人が近寄れないようなところでリアルタイムに情報を収集するっていうのを、今は湿度しかセンシングできませんけども、将来はいろいろなものをセンシングできるようなものをして、環境負荷につながらないデバイスっていうのができるんじゃないかなっていうふうに考えております。はい。であとおまけとしまして、ついでに今日 YouTube の話をしてたんで YouTube にアップしてる話を少ししますと、他に最近やってることとしましては、透明な紙の製造方法っていうのもやっております。でこちらの、論文で発表したこととしましては、ずっと、早く作りたい、早くナノペーパーを作りたいとずっと思ってたんですね。で早くするには温度を上げればいいんだよなっていうふうに思ってたんですけども、そうですね、これ早くすると白濁する、透明なものを作るにはゆっくりしなきゃいけない、透明なものを早くしなきゃいけない、透明で早くすると白濁する、そのごちゃごちゃってしたトレードオフがあって、どうしたらいいんだろうって、温度を上げたら早くなるんだけどトレードオフでいまいちなものができる、白濁するっていうのがあって、いろいろ実験をした時には湿度っていうのがキーワードだなっていうのが分かったっていうのを発表した論文です。この時には湿度をコントロールすると透明性が左右できますよっていう話で、正直そんなに対して透明なものはできませんでした。だって湿度を上げるってことは時間が延びるってことなんで、透明なものができたんだけど時間はもっとかかっちゃったっていうようなところに落ち着いたのが2018年の話です。でその次にやった最近、2020年の論文で、このビデオは、英語バージョンだけなんですけども、その湿度に注目して早く乾燥するっていうのも分かるようになりました。で単純に言うと乾燥の前期過程後期過程というのがあって、後期過程は大切に、前期過程は時間をギュッと短くできる、その前期過程で湿度をグッと下げる。もっと単純に言うと、乾燥する前半過程に風をかけましょうと。もう単純な話、洗濯物を乾かす時に扇風機回せば早く乾燥するっていうのが一緒です。それをずっとやり続けると白濁したものがなるんで、前半のところだけ扇風機なんかで風を流してやると早くて透明なものができましたっていうような論文がこちらとなっています。はい、でその次におまけとしてすっごい昔の研究を、昔京都大学で矢野先生のところでポスドクしてた時代の論文がありまして、そのパワポがずっとパソコンの中に埋まってたんで、それもちょっと論文、動画にしてみました。これは矢野先生が2005年に、ほぼ世界で最初の多分間違いなく最初ですね、セルロースナノファイバーでプラスチックを匿名複合補強しましたよっていう論文があるのを、30秒で紹介した話です。単純に言うとナトデココでプラスチック混ぜたら透明な材料ができたよっていう話です。はい、でなんでそのセルロースナノファイバーを使ってやると透明になるんだろうっていうところがよく分かってなかったんで、2005年にその時に重要なキーワードとして屈折率っていうのがキーワードになりますよっていう、これ面白いですよね。これを見ていただくだけでも、これ10年15年ぐらい前に自分でやったんですけど、なかなか面白いんですけど、こういうものも見ていただければなと。であとここら辺の時にが、
やってたのがずっと木材からセルロースナノファイバーが作れない時代でナタデココでやってた時代でナタデココが研究材料だったっていうのをご存知だったのはもう少数になっているかと思うんですけど、ずっとナタデココでやってた頃の一番最後にナタデココ触ったやつだな。柔らかいのに熱膨張しない材料っていうのをやりましたっていう、こういうレイヤー構造があるとネットワーク構造があると面白い材料ができますよっていうような話も動画にしております。はい。で、そろそろ時間なので、よいしょ。なんかまた。はい、まとめでいきますと、セルロースナノファイバーはこんなふうに木の中にありますよっていう話がありまして、でこれは木を切るべきか切らざるべきかっていう話なんですけども、十分大きくなると CO2 収支っていうのがほとんど一緒になるんで、こういう木は切って植林してやりましょうっていうのが重要な話ですよと。でそれでセルロースナノファイバー使って、自動車ができる時代まであと少しになりましたと。で私たちは、透明な紙っていうのを作りまして、サランラップなんかよりもよっぽどいい、機械的特性を持っている、セロハンテープよりもいい機械特性を持っているものがありますよと。でこれを使って電子デバイスを作ろうということを考えまして、こういう川上のところが川下のところまでずっと研究をして、こんなふうに昔は目指せペーパースマホっていう感じでメモリー、アンテナ、範囲線、透明導電膜、トランジスタ、太陽電子なんかの研究をしてまして、つい最近はこういうふうに土に還る電子デバイス、リサイクル、循環型の電子デバイスというのも提案しております。はい、以上で発表があります。ありがとうございました。